済んだもんなのだ。今日はスロバキアのニュースを3本、サクッと案内するのだ。その前に豆知識なのだ。スロバキアの、スロブはスラブ人、スラブと同じ語源で、さらに遡ると原スラブ語のスロボ、言葉に由来して言葉を話す人々って意味合いだったと言われているのだ。言葉の国、スロバキアなのだ。それじゃあ、まずは一押しの1本目なのだ。スロバキア政界、米国によるベネズエラ攻撃に反応という記事なのだ。アメリカがベネズエラに大規模な軍事攻撃を言って、トランプ前大統領がマドゥロ大統領夫妻を拘束したと発表したのだ。国連安保理の承認がないままの攻撃に対して、フィツオ首相やブラニャル外相、テレ・グリーニ大統領らが、戦後の国際秩序と国際法が崩れている証拠だって強く批判しているのだ。与野党からも国際法遵守と国連憲章に沿った対応を求める声が多くて、エネルギー価格の高騰や世界の不安定化も心配されているのだ。スロバキアにできることは限られるけど、EU に是正行動を促すべきだという主張なのだ。スロバキアは中央ヨーロッパに位置し、首都はブラチスラバなのだ。1993年にチェコスロバキアから平和に独立し、議会制共和国で EU と NATO に加盟しているのだ。人口は約550万人。主要産業は自動車や電気、金属、観光で古城や民族音楽が文化の魅力なのだ。近年は脱炭素やエネルギー政策、人口減少対策が注目されているのだ。一つ目のニュースなのだ。スロバキア政界、米国によるベネズエラ攻撃に反応という記事なのだ。アメリカがベネズエラに大規模な軍事攻撃を行い、トランプ前大統領がマドゥロ大統領夫妻を拘束したと発表したのだ。この攻撃には国連安保理の承認がなく、スロバキアのフィツオ首相やブラニャル外相、テレ・グリーニ大統領らは、第二次大戦後の国際秩序と国際法が崩れている証拠だと強く批判しているのだ。与野党の多くが国際法遵守と国連憲章に基づく対応を求め、エネルギー価格高騰や世界的な不安定化を懸念しているのだ。スロバキアとしては明確な立場表明以外にできることは少ないが、EU に是正行動を促すべきだと訴えているのだ。二つ目のニュースなのだ。スロバキア、領空防衛開始を控え F16 機体を拡充という記事なのだ。スロバキアのクチニャ軍領空軍基地に新たに F16 戦闘機が3機到着して発注した14機のうち合計10機が揃ったのだ。悪天候で遅れていたけれど、これから技術と事務のチェックを受けて、まずは訓練用、その後は領空防衛システムに組み込まれる予定なのだ。残り4機はアメリカでの要員訓練が終わった後に受け取る見込みなのだ。2018年に発注した F16 ブロック70はパンデミックで納入が遅れたが、メーカーのロッキード・マーティンは前期完成を確認しているのだ。国防省ロベルト・カリニャークは技術要員の不足が解消できれば2026年半ばまでにスロバキアが自前で領空防衛を引き継げると述べているのだ。3つ目のニュースなのだ。検事総長、刑法改正に異議を唱えるという記事なのだ。スロバキアの検事総長マロシュ・ジリンカ氏が政府の刑法改正を憲法裁判所に審査してもらうと表明したのだ。彼はこの改正が憲法と矛盾する恐れがあるとして起訴段階から特に刑事手続きの変更を批判してきたのだ。改正には軽微な窃盗への3ストライク再導入、選挙干渉や外国の影響に関する犯罪の拡大、戦後和解文書の否定や疑問視の犯罪化、内部告発者となる協力被疑者の扱いの見直しなどが含まれるのだ。法務省ボリス・ススコ氏は法の論理を強化しつつ反汚職を弱めていないと擁護する一方、野党は組織犯罪を守る恐れがあると警告しているのだ。済んだもん、国際法と安全保障、
放置のバランスが大事で、スロバキアの動きを注目していくなのだ。こんにちはなのだ。この番組では世界のあまり知られていない国や地域からちょっと不思議でちょっと感動するニュースをお届けするのだ。日本ではあまり話題にならないけど、世界には僕たちが知らないままの出来事や優しさや驚きに満ちた物語がたくさんあるのだよ。テレビでもネットでもあまり見かけないけれど、本当はもっと伝えられるべき小さな世界の声、そんな声を僕と一緒に見つけに行くのだ。さあ、一緒に知られざる世界の旅を始めるのだ。